パート33、今回は砂漠の村に石材屋さんを作りたいと思います。前回作った送祭殿の船着き場の前ですね、倉庫を作りました。この船着き場からね、運ばれてきた石材だったり木材を保管する場所ですね。こっちにはアカシアの木が入ってます。はい、というわけで早速今回の石材屋さんを作っていきましょう。今回作る建物はピストンを使って装置を組み込みたいと思っています。なわけでまずはピストンを作ります。多分初めてですね。ピストンを作るのは初めてだと思います。ピストンともう一つ吸着ピストンですね、両方作っていきたいと思います。今回は前回作った送祭殿のすぐそばですね、この場所に石材屋さんを作りたいと思います。まずはこの飛び出してる部分、ここに取水口を作ります。水を引き入れる装置ですね。というわけでまずは水の高さまで掘った上で床を敷いていきたいと思います。はい、こんな感じで掘れましたね。今回は 7×7 の作業場プラス取水口の水の引き入れ口っていう感じですかね。はい、床にはアカシアのハーフブロックを使っていきます。砂漠の村ということもあってね、近くの村からアカシアの木材を、輸入してる、そんな感じですかね。はい、敷き終わりました。アカシアの木は綺麗ですね。はい、というわけでここを囲むように、アカシアの原木を使って枠を作りたいと思います。今回作る装置は泥だったりコンクリートを作るのでね、できるだけ木材で周りは固めていきたいと思います。こんな感じですかね。そしたら早速取水口を作っていきたいと思います。今回は、レバーで開閉できるそんな装置を作ります。というわけでこの壁に吸着ピストンをつけて、柵をね上げ下げできるようにしたいと思います。はい、こんな感じですね。そしたら早速アカシアの柵をつけていきます。そしたら信号を通すレッドストーンを置いていきたいと思います。このレッドストーンを使うことでね、レバーから信号を通すことができますね。このブロックにレバーを置くと、はい、信号が通ってピストンが稼働しますね。これで、装置自体は完成なので水を引き入れていきましょう。これで取水口の完成です。この作業場には泥製造機から泥が流れていきます。というわけで作業場にね送り出すためのピストン装置を作っていきます。はい、こんな感じですかね。でこの下に、信号を送るためのレッドストーン松明を置きます。はい、でここの信号を、ピストンにつなげていきたいと思います。はい、これでこのレッドストーン松明の上にブロックを置くと信号が走ってピストンが動きます。はい、大丈夫そうですね。これで作業場も完成ですね。
そしたら早速泥製造機を作っていきたいと思います。今回は風浦さんという方の動画を参考に水の瓶の補給装置を、作って、そこから泥をね作れるようにしたいと思います。というわけでまずはレッドストーン反復装置、レッドストーンの信号を通す装置ですね。それとコンパレーター、ブロックからレッドストーン信号を取り出す、この2つを作っていきたいと思います。作業場のすぐ隣ですね、下に3マス掘っています。ここにまずは発射装置を置いていきたいと思います。上に向けて置いていきます。この発射装置から信号を取り出すためにコンパレーターを置きます。ここに物が入った時にね、出た信号をこれで取り出せるようになりますね。そしたらここから出た信号をまずはブロックに伝達させます。で、このブロックに伝達した信号をさらにね、伸ばすために反復装置を置いて、その先にブロックをもう一度置いて、このブロックに信号を伝えます。で、このブロックの信号をさらに伝えるためにレッドストーンを並べますね。こんな感じで、まずは発射装置から出た信号を取り出すための装置を作りました。空き瓶を入れて光ったら成功ですね。はい、光ってますね。というわけで発射装置にね、物が入ったら信号が出る仕組みが出来上がりました。発射装置から出た信号を、発射装置に伝えるために、今回はターゲットブロックを使います。ここに置くと発射装置から瓶が出ましたね。これで発射装置に物が入ったら発射装置から、発射される、この仕組みが出来上がりましたね。はい、そしたらここに、ホッパーをつないでいきたいと思います。はい、ここのチェストに入れると発射装置から、空き瓶が出る、そんな仕組みができました。というわけで、空き瓶をね発射した時に水に入ると、水瓶ができるのでね、まずはこの周りを囲って水で満たしていきたいと思います。で、今回、ある程度建物の中に作るので、水槽のようなそんな形で作っていきたいと思います。この装置は水の瓶を吐き出したら、その水の瓶を浮力でね上に浮かばせる装置になります。というわけで発射装置の上は全て水源で作っていかなきゃいけないとこだけね気をつけなきゃいけないですね。はい、水槽の完成です。外から見るとね、あまり装置に見えないかなと思います。というわけで、できた水の瓶を回収する場所を作っていきたいと思います。はい、チェストにホッパーをつなげていきます。この水槽の一番上ですね。一番上の部分まで、まずはホッパーをつなげていきます。このホッパーに水を流したいんですよね。なのでまずはこのホッパーを囲います。周りから見ても装置と見えないようにね、見えないようにしちゃいたいと思います。はい、そしたらここのブロックを壊すと水が流れます。これで、発射装置から出た水の瓶がここに流れて下のチェストに入る、そんな仕組みが出来上がりました。早速空き瓶を入れてみましょう。はい、これで発射装置から出た空き瓶が水の瓶になってここを浮いていくはずです。あ、ちゃんと浮いてますね。これが一番上まで行って水の流れでホッパーに行き、このチェストに届く、そんな感じですね。
今度は水の瓶を吐き出す装置を作っていきたいと思います。発射装置から吐き出された水の瓶が空の瓶になって戻ってきた時に下のチェストにね流れる、そんな仕組みを作っていきます。まずはチェストにつながるホッパーを作って逆向きにホッパーを置きます。このホッパーでね仕分けをしていきますね。まずは下のホッパーの動きを止める装置を作ります。ホッパーに信号を流すことでホッパーの動きが止まりますね。これによって水の瓶がね下に流れることを防ごうと思います。このレッドストーン松明の信号をブロックを通して反復装置に伝えることでね、このホッパーの動きが止まりますね。上のホッパーは空の瓶を通す仕組みを作っていきたいと思います。ここのホッパーに物が入った時に信号が出る、そんな仕組みにしますね。逆ですねこれで、ここから信号を出します。上のホッパーに物が入った時に信号が出る、そんな仕組みですね。はい、こんな感じでレッドストーンを置いて、信号をね右下のブロックまでまずは伝えたいと思います。でこの右下のブロックから、このレッドストーンの松明が出てるブロックに信号を伝えることで、下のロックを解除する、そんな仕組みですね。そしたら、上のホッパーに空の瓶だけが流れる仕組みを作ります。まずは4箇所には適当に棒を置いて空瓶を置きます。こうすることでね空瓶が流れていって、40で止まるのかな。はい、止まりましたね。これで上から空の瓶だけ下に流れる、そんな装置が完成しました。はい、ちゃんとね水の瓶も流れてるようですね。そしたらここの発射装置に水の瓶を流すように上のチェストから、ホッパーをつなげていきたいと思います。ちゃんと溜まってますね。これで下の発射装置にね水の瓶が、運ばれて空の瓶だけ下のチェストに流れていく、そんな装置が完成しました。ドローを作った時に押し出す装置を作っていきたいと思います。ここにレッドストーンを置くことで、ブロックをね、ここにブロックが置いた時に信号が流れるようになりますね。それをレッドストーンで、つなげていく、そんな形の装置になりますね。はい、これで完成ですね。ここに土を置くことでピストンが動いてこう前に押し出していく、そんな装置が出来上がりました。ちゃんと泥にもなりますね。はい、泥の製造機完成ですね。でここの隙間ですね、ここの隙間に水を入れることでコンクリートパウダーを使った時にここでコンクリートにもなる、そんな、装置ですね。はい、そしたら前に動くとこまで押し出してしまいましょう。いや、これで泥がたくさんできますね。はい、完成ですね。周りを装飾していきたいと思います。一応今回のコンセプトは石材屋さんなので、海側から石材を運んできて
運び入れる場所だったり搬入口だったりとか、そういったものを作っていきたいと思います。だいたい外観ができてきたので、住人に住んでもらう住居を作っていきたいと思います。今回は砂漠の村の建物ということで、周りの砂漠の村と同じように作っていきます。久々の住人の家ですね。高さは4で作っていきます。木材の家と違ってやっぱり石造りって骨組みがないんですよね。なのでまずは周りを作りたいと思います。こんな感じになりましたね。そしたら、屋根を作っていきたいと思います。屋根に関しても周りの家と同じようにテラコッタと滑らかな砂岩で作っていきます。いろいろ今回調べたんですけどね、結構四角い家が多くて、どう特徴を出そうかと思った時に、この初めて見た砂漠の村のね、家が結構印象深かったんで、今回は今ある砂漠の村の建物の模倣して作っていきたいと思います。屋根が出来上がりました。やっぱり砂漠の村ってこのイメージですよね。そしたら内装を作っていきたいと思います。ここもいろいろ調べたんですけどね、結局絨毯引いてる家が多かったんで、カーペットを使って今回は内装を仕上げていきたいと思います。はい、内装の完成ですね。この部分に村人が来たらベッドを置いて、ここの家に固定していただこうと思います。はい、村人の移動が完成したので、外に出れないようにね、ある程度自由にさせながら外に出ないように、柵だったりとか、周りの塀だったりとかを作っていきたいと思います。今回は石材屋さんということで石切り台ですね、ストーンカッターを置いていきたいと思います。パート33、石材屋さんを作る、いかがだったでしょうか。今回は結構ね、いろいろ装置を作って、泥製造機だったりとか、取水口だったりとか、いろんな装置がね、盛りだくさんな家になったかなと思います。で、今後ここで作った泥とかを粘土にしてテラコッタを作ったりとか、この砂漠の村にあったね、建物を作るための石材をここで調達しながら、パート34以降また建物を作っていきたいと思います。はい、そしたら今回パート33、石材屋さんを作る、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。